まあ、今回も技術的なことより演出的なことをメインにお話ししようと思います。で、演出的なことにおいても、メタルマジメ君で一回解説してあるんで、どの動画にも言えるような基本的なことは省いてお話しします。具体的には 5W1H のお話とか、小道具の使い方の話とか、キャラの立て方、方向の話、うん、キャラの立て方、方向の話、舞台の作り方、合成写真の利前、などなど、まあ、どの動画にも言えることなんで、そういう部分は省いて、いきます。まあ、だからそんなに時間はかからないんじゃないのかなと思いますけれどもね。メタル化翡翠 GB プラス使用例。作られたのが2016年5月21日ですね。これを作ったきっかけなんですけれど、翡翠ランキングでアリ兄貴の1位を阻止するために作りました。まあ、2016年上半期といえば、翡翠ブームが巻き起こった時期ですね。特に3月ですね。まあ、アリ兄貴が翡翠動画作ってアップしてて、まあ、特に翡翠 BB であったり、マジカスであったりですね。月間翡翠ランキングを作って、なんですけれど、なかなか1位が取れないっていうね。そこが面白みだということで、もういろんな人たちが翡翠兄貴動画を作りまくって、アリ兄貴の1位を阻止するっていう流れができたんですね。第一次翡翠ブームです。で、第一次翡翠ブームっていうのが3月が一番こう最前期ですね。ものすごい量の動画が上がりました。何個ぐらいだっけ？ 50 個ぐらいかな。今まであんなに空気だったのにね。来たんですよ。ところが、3月過ぎたらもう誰も動画作らなくなっちゃったんですよね。うん。で、3月ブームの時に、ああ、この流れは面白そうだなと思って、私も翡翠動画作ろうと思ったんですよ。まあ、それがこれなんですけれど、そう、投稿が5月なんですよ。乗り遅れなんですよね、これね。乗り遅れたんですよね。本当は4月に投稿したかったんですよ。うん。でもね、長尺になってしまったものですからね、なかなかこう、スッと作れなくなって、4月に投稿できなかったわけですね。で、4月のランキングでは、アリアに気が1位を取ったということで、とても悔しい思いをしたんですけれど、まあちょっと遅ればせながら5月に投稿いたしたものであります。で、メタルマジメ君の演説の時にも言いましたけれど、動画作る前に何をメインに据えるかっていうのを先に決めておかないといけない柱ですね。で、その柱からブレないように動画作りをしないと、結局何が言いたいんだこの動画はっていうような感じのものになってしまう。このメタル翡翠においても、その柱というのが存在しておりますね。大雑把に言うと、3つです。1つ目は、せっかくなんで、いろんなマットをリスペクトしたいということですね。もう1つは、パーツ分け素材を使うということですね。もう1つが、破滅的なエンディング。いわばアステカ落ちっていうのをやりたいということですね。動画解説に入る前にこの3つをね、事細かに説明していきたいんですけど、1個目のね、いろんなマットをリスペクトするということですね。ベースは3つありますね。1つは、メタルカウズキ。まあ、これは自分で作ったやつですから、リスペクト、厳密にはリスペクトって言わないですけれども、私が前にやってたね、メタルカ BB シリーズ、いろんなイムクッキーキャラクターがメタル化するっていう BB を先に提示しておいて、使用例で BB 劇場をやると、そういうシリーズですね。俺はメタル端よりメタル毒の方が評価高い。そうですか。最後に、ウズキの中にアリスが入っていくシーンがね、個人的には好きなんですけれど。まあ、あれがやりたくて作ったようなとこありますけどね、メタルカウズキは。ベース二つ目は、ウズキ農園をはじめとする農園シリーズですね。スイカを畑で育てるっていう狂った発想ながらも、始終ほのぼのした雰囲気のね、日本人の持つ農耕民族的本能を刺激する不思議なマットですね、あれもね。あれをオマージュしたりパロディしたりっていう派生マットがたくさん増えましたね。農園シリーズタグで見てみると、こんな感じですけれど。まあ、メタル翡翠を作る前までは1、2、これ違うか。1、2、3、4つあったんですけれども、まあ、このシリーズのうちの1個に、貼りたいなっ右上誰？てね。誰だこいつは知らないの。というわけでね。あと、ベースもう一つありまして、マジカスシリーズですね。
翡翠ブームができるきっかけとなった、マットですね。まあ、アリ兄貴が作ってたシリーズですけれど。まあ、それ以外にも、いろんなマットをリスペクトして、この動画の中に差し込んでいますけれど、まあ、大きく3つですね。メタルカウズキ、農園シリーズ、マジカスシリーズがベースになって、リスペクトされていますね。まあ、どのマットを他にもリスペクトしたかっていうのは、まあ、動画解説していくときに言おうかなと思います。で、柱2つ目のパーツ分け素材を使うってことですね。まあ、これ以前からね、メタルうずきでもやってるし、居場所を求めて旅する例でもやってるし、子育てするココアライオンでもやってますし、で、メタル翡翠以降でも、踊る翡翠姉貴 GB プラス使用例でもやってるし、ポチモン GO でもやってるんですけれど、一個一個作る前にテーマというかそういうものがありまして、メタルカウキは試しにやってみたんですよ。パーツ分けソダ自体がまだ初めてだったものですから、ちょっと試しでメタルカウキは作ってみた。で、旅する例では人間の動きを詰めて作ろうと思って作ったんですよ。まあ細かい演技とかですね。で、子育てするココアライオンでは動物の動きですね。動物の動きを詰めて一本作ってみようと思って作ったのがこれなんですよ。まあ、そんな感じでね、パーツ分け素材を使うにしても、今回はこの動きを頑張ろうって言って、作り始めてる節ありますね。じゃあメタル翡翠は何かっていうと、異形ですね。異形と人間の動きを詰めて作ろう。まあ異形ってのはメタル翡翠ですね。で、人間ってのは翡翠のことなんですけれど、メタル翡翠と翡翠の動き方ってもう根本的に違うんですよ。うん。まあ見ればわかることだと思うんですけれど、動きの違い、動かし方の違いっていうのを、まあ、強烈に見せてみようっていうのが、メタル翡翠では一つ、こう、目標みたいなところありまして、作ってもらいましたね。まあ、さらに言うと、踊る翡翠はパーツ分け素材の使用例です。翡翠のパーツ分け素材作った割には誰も使ってくれないんで、じゃあ使用例が欲しいのかなということで、作り始めたいきさつがありますね。でポチモン GO に関しては、表情もパーツ分けで動かそうっていうのが一つ目標としてありました。まあまあまあ、そんな感じで動画作る前に、今回はこれをちょっと試しにやってみよう、これを目標にやってみようっていうのがあるんですけれど、まあ、こんな感じ。で、3つ目の柱ですね。アステカ落ちです。まあ、DJ 野獣で、初めてアステカ落ちというのをやったんですけれど、ちょっと私の演出不足ゆえにですね、誤解されて広まってしまったわけですね。まあ、本当はね、野獣先輩がカンナ姉貴の曲を流したら、野獣先輩がカンナ姉貴のコスプレをするっていう、そういうネタだったんですよ、本当は。うん。三浦にしたら、ポジコの歌を流したらポジコのコスプレをする。まあ、要は小悪魔の格好をするというね。まあ、それくらいポジコにハマっているぞっていう意味合いだったんですけれども、それと同じような感じで、アステカ姉貴の声を聞いたら、もう皆さん、アステカ派に傾いてしまって、石化する。下北沢も古代文明になるっていうね。まあ、それでもって、アステカ姉貴の歌の魅力っていうのを表現しようと思ってたんですけれど、野獣にレイムのコスプレをさせるのはめんどくさいと。あと、そういう装飾を施してしまうと表情が見えづらくなってしまいますから、野獣先輩とか三浦とか木村のね、表情が見えづらくなってしまったので、ちょっとそれはやめにしようっていうことでね。で、なぜか、石化する部分だけは、消さずに最後まで作ってしまったので、あのような結果になったわけですけれど。だからね、兵器じゃないんですよ、本当は。だけど、あの動画を見た人は大体そのアステカ兄貴が音響兵器だっていうことで広まってしまったんで、もうそうなってしまったからには仕方がないと。共通認識でそうなってしまったからには、私もそれに便乗するしかなかったわけですね。だから、アステカ落ちを自分なりに描き直さないといけないなと思って、で、アステカ落ちをぶっ込んだわけですね。あともう一つ言うと、DJ 野獣作った時に、アステカ落ちは面白い、流行ると思ったんですよ。だから最後に BB 配布したのに、誰も便乗してこなかったんですよ。マット界隈でね。便乗0人だったんですよね。わらわら。だから、リベンジでもあったんですよ、これは。リベンジです。うん。まあね、ムクロメ通りですけど、メザル化翡翠以降はね、アステカ落ちの動画増えた、便乗者が増えてきたんで、そこは
成功なり。ともあれですね、この3つが作る上との柱でしたね。再生しながら、この部分はこういうことを気をつけましたっていうことを一つずつ解説していこうと思います。まず最初これですね。サムネからしてそうなんですけれど、BB サムネなんですね。これはね、ナノチューリスペクトです。BB 素材と見せかけて、開いてみたら使用例が本編だっていうね。ナノチュー兄貴の動画でよくあるやつなんですけれど、それのリスペクトですね。メタル化BB シリーズ自体がナノチューのリスペクトであるんですけれどね。だから、かたくなにBB サムネですね。ナノチュー先輩にこう憧れがあったからですね。今となってはナノチュー兄貴いなくなってしまって悲しいものですけれど。また復活してくれないかな。この動きですね。メタル化うずきの時は、確か仮面ライダー1号の変身ポーズをトレースして、うずきがメタル化するっていう BB を作ったんですよ。だけど、メタル化うずきにしても、メタル翡翠にしてもそうなんですけれど、最初に提示したこの BB は一切使わないんですよ。使わないんですよ。そういえばそうでしたね。そう。使わないんですよ、これ。だから、ぶっちゃけどうでもいいんだよね、ここは。どうでもいいと思ったから、メタル化うずきでは1号の変身ポーズをトレースしたんですけれど、ちょっとね、あの動きにはね、悔いが残る部分ありまして、本当の1号の変身ポーズってくるくる回るんですよね。パーツ分け素材でくるくる回せられないんですよ。最低限ね、正面向いてる絵と、真横向いてる絵と、真後ろ向いてる絵の3種類のパーツ分け素材がないと、くるくる回すのはちょっと難しいんですよね。だから、ここではね、変身ポーズでもない、ジャンプして着地したら、もうメタル化してるっていう想定で動きつけましたね。くるくる回らないっていうね。一応ジャンプしてるんで、ここのスカートとか、耳がプル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 ってこう風を受けて動いてるくらいのことしかしてないですけれどね。別に本編で使わないんだからどうでもいいっちゃどうでもいいんですけれどもね。というわけでね、本編に参ります。初っ端ですけれどね、5W1H ですね。いつどこで誰が何をしているのかっていうのを最初の10秒ぐらいでもうすでに提示しておかねばならない。提示しておけばあとはもう物語を展開していっていいです。提示しないままだと、ちょっと説明不足かなっていう感じで話がどんどんいってしまうんで、ついていけない視聴者が出てくる。ですね。これは基本です。はい、ここからはですね、もうすでに、うずき農園のリスペクトがもう始まっていますね。畑に入るクッキーキャラ。あと、この BGM、ほのぼのほのぼの神社ですね。あと、この畑の画像ですね。農園シリーズのタグついてる動画見ればわかるんですけれど、律儀だなって思うことにはね、みんなこの畑の画像を使うんですよ。畑で画像検索すれば、だいたい上の方に出てくるから、見つけやすいは見つけやすいんですけれどもね。みんなこの画像を使ってますよね。素材レベルでリスペクトできるっていうのが、マットのリスペクトの面白いところですよね。みんなこれだったのか。そうですよ。他のは右の悩ないよね。そうなんですよ。リスペクトはする、大いにしたいんですけれど、でもただのパクリってのは私したくないんですよ。というわけで、この右の小屋とか、あとかかしとかね。さらに言うとね、この後ろ側もね、切り抜いてるんですよ。空の部分だけ切り抜いて、他の青空を合成してますね。あとなでこ。なでこもね。リスペクトはするけど、トレスは嫌いなんで、こういう小細工をいらしますね。やっぱりね、リスペクトって言ってもね、どの動画開いても全く同じだったらやっぱり面白みないですからね。やっぱりそこはちょっとこう、自分なりの改良というか、そういうのを施しますね。今日はいい天気ね。
だからね。まあ見てわかる通り、10円玉とマジック・ザ・ギャザリングですね。まあ説明するまでもないですけれど、マジカスのリスペクトですね。まあさっき、いろんなマットをリスペクトする。特にマジカスっていう話をしたと思うんですけれど、まあこういう部分ですね。マジカス見て知ってる人だったら、ああ、マジカスのあれだってわかる部分なんですけれど、マジカス見てない人が見ても、そこまで困らないようにチョイスはしているつもりですね。まあ物語を理解する上では特にそんなに困ったことではないよっていう部分ですね。別にこのカードの元ネタが分かんなかったとしても、この物語を理解する上においては別に何ら不自由はないわけですから、リスペクトするって言ってもやっぱりね、どれくらい要素を持ってくるかっていうのは重要ですね。あまりにもね、もう全員が全員マジカス見てないとわけわかんないっていう、演出の仕方をしてしまうと、それはいわゆる内輪ネタになってしまいますからね。そこまで言ってしまうとちょっとね、理解してもらえないかなっていう感じはありますね。内輪ネタは内輪ネタで面白いんですけれどね。内輪ネタが面白いのは内輪だから面白いんであってね。外に出しちゃったらね、ちょっと説明が難しいものになってしまいますから。だからまあ、どれくらい要素を持ってくるかは重要ですね。まあ今となってはどうなんですかね。マジカスの知名度ってどんなもんなんですかね。もうマジカスシリーズをもう去年のお話ですから、2016年のお話ですから、まあ月日が経つにつれてだんだんこう、忘れ去られていくのかな。そういう時にこれ見て、なんでこのカード使うんだろうって、まあ出てくるかなっていう感じがありますけれどね。まあその当時流行ってたマットのネタですよっていうことですけど。それとここでですね、翡翠が畑で生まれているっていうのは農園シリーズのリスペクトではあるんですけれど、あの頃、そう、2016年3月あたりですね、まさに。翡翠の BB 素材動画がめちゃくちゃ乱発されていた時期ですね。まあ第一次翡翠ブームってやつですけれど、あれの暗喩でもあったんですよ、これ。やったら翡翠の BB 動画が上がってるぞっていうのを、ちょっとこう、表現したかったんですよね、このあたりで。だから、このね、畑をね、真っ青に塗ろうかなとも思ってたんですよ。翡翠の BB 動画がたくさんできてるぞっていう、そういうのが見て取れるかなと思ってですね。まあやってないですけれどね。青く塗ったらね、本当に意味がわからない状況になっちゃいますから。シュールすぎますからね。ブルーシート置いとけばよかった。そうか、ブルーシート。まあ、翡翠ブームを表したからなんだっつう話ですけれど、それくらい的が好きだったんですよ。的が好きだったんですか、的好きなんですよ。まあそんなわけで、翡翠が畑で翡翠を育てていると。それではよろしくお願いします。ご飯にする？全部食べなきゃダメだからね。なに確かにそうだね。ここの一連のシーンは何を言いたいかと言いますと、この動画における翡翠のキャラクターをとりあえず決定づけたかったんですね。まあ、つまり、娘を育てる、娘を守るというのが行動原理である。聖母みたいな、イメージとして、この動画内では、翡翠をそういうキャラクターとして設定づけたんですね。その当時の2016年3月、4月、5月あたりのマットキャラクターとしての翡翠姉貴っていうのは、性格がそんなにこう、決定していなかったんですよね。なんていうかな。マットキャラクター、宇月姉貴といえば、天真爛漫で元気な女の子とか、カンナ姉貴だったら、関西のおばさんとか、カッチャマとか、アリスだったら、クレイジーサイコレズとかね。共通認識としてのキャラクターの性格ってあるじゃないですか。だけど、翡翠は不確定なんですよ。あの当時に流行ってた翡翠動画、マジカスとジャンゴありますけど、マジカスだったら結構クズじゃないですか。でもジャンゴだったら割と常識人なんですよね。同じキャラなんですけど、性格設定がまるで違うんですよ。そう。不確定だったんですね、翡翠って。だから、この動画では、とりあえず、破滅的聖母として、性格設定したんですね。で、まあ、
それ以降もどんどん翡翠動画上がっていきますから、まあ、上がっていけば、共通認識としての翡翠兄貴っていうキャラクターの性格設定っていうのは固まっていくかなと思ったんですけれど、見ててもね、あまり固まらなかったんですよね。マジカスではクズだし、ジャンゴでは常識人だし、メタルカでは聖母だし、他の動画もいろいろありますけれど、クズな翡翠姉貴とかね、ただ単純に可愛い普通の女の子としての翡翠姉貴とかね、いろいろでしたね。で、未だにね、性格設定って固まってないような気がするんですけれどもね。まあそんな感じだったので、10月頃に上げたポジモン GO ではね、人間のクズとして描きましたね。事故を起こしてもゲームし続ける人間のクズとしてね。でもやっぱり、そういうキャラクター、ね、メタル化翡翠に出てきた翡翠とは全く全然違う、性格してるんですけど、それでも、それに違和感を呈する人ってあんまりいなかったと思うんですよ。翡翠姉貴っていうキャラクターのすごいところはやっぱりね、あまりにも空気に徹していたことなんじゃないかと思うんですよね。あまりにも空気に徹していて、要素がなかった。うずき姉貴といえば、とろろそばとか、美大落ちとか美大ボールとか、そういうのあるんですけれど、あまりにもそういう要素がなさすぎて、もうかえっていくらでも要素を付け加えて外してっていうことができるっていう、そういうキャラクターだったんじゃないのかなっていう気がしますね。そう、性格設定においても自由自在だったんですよ。まあ今になってそれは思うんですけれど、これを作った当時は、まだちょっと試行錯誤状態だったんですよね。動画作る側としても、どういう性格設定したら、違和感なく見れるだろうかっていうのはちょっと試行錯誤だったですね。まあとりあえずこの動画では、聖母として描きます。で、それをどうやって、示すかですね。字幕がない BB 劇場ですから、自由にセリフを作って喋らせるなんてことはできないんですよ。音声素材も1400切り抜きはしたんですけれど、かといってぴったり合うようなセリフがあるかっていうと別にそんなことはないんですよね。じゃあどうやって見せるかっていうと、やっぱり映像演出とキャラクターアニメーションですね。で、さっき見た部分が、まあそのあたりなんですけれど、娘を育てている描写ですね。語りかけながら水をまいたり、肥料を与えたり、邪魔してくるスイカに容赦しなかったり、相当手間かけて育ててるぞっていうのが、この辺りで示していますね。この辺り見れば、なんとなくですけれどね、こういうキャラクターなんだろうなっていうのが、こう、つかめてくると思いますね。わずかな時間を見つけて、マイネブルージョン、オレンジゲルマン民族。はい、スイカ出てきました、スイカ。この動画におけるスイカの性格設定っていうのも、早々に決定づけておかないといけないことですね。この辺りの一連の動きを見てもらえると、なんとなく察しがつくと思うんですけれど。大丈夫かな。この人の家狭い。開けるまで殴るわよ。分かったかなと思いますけれど、私の中では、翡翠によく絡んでくる近所のクソガキとして設定いたしました。でも翡翠は娘を育てるのしか眼中にないので、あんまり構ってもらえてないという。だから余計に絡んでくるっていう、そういうクソガキですね。うざかわいいってやつですね。そんなキャラクターとして、この動画の中では設定しちゃう。それもマジカスのリスペクトではあるんですけれどもね。わずかな時間を見つけて、マイネブルージョン、オレンジゲルマン民族。この翡翠の動き、ポーズですね。口を押さえている。大丈夫かな。あと、わざわざ正座させて、両手で耳をいたわる。多少のね、オーバーアクトなんですよ。ちょっと大げさにやってる。これはわざとやってるんですけれど、多少のオーバーアクトの方がね、アニメの絵的には結構映えるんですよ。動き的にも結構映えるんですよ。特に手の演技ですね。驚いた時に手をこう、ちょっと上に上げる、両手をちょっと上に上げるとかさ。普通そんなことしないじゃないですか。驚いたとはいえ。ちょっと誇張されたポーズではあるんですけれど、あえてそういうことはしてる。その方がアニメの絵的には映えるし、キャラが立つからですね。ちょっとマットの話とはずれますけれどね、ユーリ・ノリシュテインの霧の中のハリネズミとか、有名なアートアニメーションであるんですけど、ものすごく演技が細かいんですよね。アニメっていうのは、演技が細かければ細かいほど、
すごくキャラが立ってるように見えるんですよ。霧の中のハリネズミに対しても、ハリネズミくんがものすごく可愛いんですけど、あのアニメは。それってのは、見た目が可愛いとか、まあそういうのもあるんですけれど、やっぱり動きがね、すごく細かいんですよね。キャラクターが何を考えているのかとか、まあロシアのアニメなんですけど、言葉はわかんなくっても、見てれば演技がさ、すごく細かく詰めて作ってあるんで、見てるだけでなんとなくこういうことを考えてるんだろうなとか、こういうことを思ってるんだろうなとか、わかるようには作りになってるんですよね。まあそういうのを参考にしておりますね。まあ柱2つ目のね、パーツ分け素材を使うっていうのはそういう部分にありまして。ブルマン民族大丈夫かな。あとここですね。スイカに激突されて、ピクピクして倒れる耳。そもそも、翡翠が畑から生えてるっていうのが意味不明ではあるんですけれど、もともとが意味不明な状況設定ではあるんですけれど、その意味不明な状況設定の中でも少しはリアリティというのを持たせないと、説得力というのがないわけでね。だから、ここの耳しか生えてないですけど、耳だけでもこう演技っていうのはできるわけですよ。ピクピクピクって動いてパタッと倒れるとかさ。そういう部分を詰めて作ることによって、この世界観にこう説得力、リアリティというのができます。この人の家狭い。開けるまで殴るわよ。この一連の流れを見て、多分常日頃、日常的にこういうことが起こってるんだろうなっていうのも、こうなんとなくですけれど、こう察することができるわけですね。翡翠の手慣れたこの対応にしてもね、スイカのこうギャグ的な倒れ方にしてもそうですけれど、別にこれが初めてじゃないんだろうなと。まあ、いつもこんなことやってんだろうな、この二人は。みたいな感じなのが、こう見えてきますね。まあ、ここまでが起承転結というところの木に当たる部分ですかね。状況設定の部分ですね。起承転結の木の部分をちゃんと描くことによって、この世界観で何かこういう状態異常が起こるんですけれど、その異常がちゃんと異常として見ることができると。もう残念としか言いようのない。ここから何事かが起こりますね。そろそろ本題に入っていくというか、そういう感じですね。でこう BGM もね、ほのぼの神社から、レクイエム・フォー・ドリームの BGM に変わっていますけれどね。メタルうずきでも、この封印が解かれるっていう描写はやってるんですけれど、まあ、2回目なんでね、ちょっとはこう、バージョンアップさせたかったですね。前回よりもね、派手に、かつ細かく、封印壊したかったですね。この壊れ方もそうなんですけれど、うずきの時はただ壊れた画像をパッと差し替えただけなんですけど、今回はちょっと動かしていますね。まあ、この壊れ方も不自然は不自然ですけれどね。こんな壊れ方しないですけど、普通はね。あとここですね、なんかこう光の輪がファーっとこう発射されて壊れます。集中線で出したりね。して、現れますね。黄金のサイクロプス。メタル好きを見た人からすると、ああ、メタル化させてくるやべえやつだっていうのは見てわかるんですけれど、まあこの動画見る人全員が全員メタル化うずき見てるわけじゃないですからね。あ、なんだ、野獣先輩じゃん。笑えるやつじゃん。ギャグ要員じゃんって思われちゃいますね。だから、まあなんとかしてね、やべえやつ感を出したかったんですよ、ここでね。マナインのジュセじゃん。夏の字じゃん。まあなんで、この BGM もそうなんですけれど、爆発エフェクトを結構大量に使ったりね、あと光の筋もさっきも出してたし、グローもかけて黄色に光らせたりとか、まあちょっと普通のサイクロプス先輩とは違うぞ。他の動画に出てくるサイクロプス先輩とはちょっと違うぞっていう部分を演出してますよね。まあ前作見てない人にも、やべえやつだと思わせないといけないですから。
まあどう頑張ったってサイクロップ先輩はサイクロップ先輩なんですけれどもね。ここのあたりのね、エフェクトというか光の筋もそうですね。前作よりもちょっとバージョンアップさせてますね。どう頑張ったって元はホモビ。まあね。前作見てない人にも、とにかくこいつやべえやつだぞっていうのをちょっと見せたかったですよね。で、封印を解いた翡翠を狙わないで、畑の方を向いてるっていうね。この場面で、このサイクロップ先輩が翡翠と戦ったら、普通に溶かされて終わり、物語全然進行しないですから、なんとかして、サイクロップ先輩は、翡翠を狙わないで、畑にいる翡翠を狙うように。方向間違ってたのか。そう。畑にいる翡翠を狙うように仕向けたかったんですね。で、そこで、方向をちぐはぐにしたんですね。翡翠は左側に吹っ飛ぶ。で、出てきたサイクロップ先輩はデフォルトで右向いてる。まあ、これで物語が進行していけますね。で、ここはサイクロップ先輩の目線ですね。サイクロップ先輩は人間ではないというか、機械人間みたいなね、メタリックな彼なのでね、普通の人間とは見え方が違ってるわけですね。なんかこう機械みたいなね。まあここはターミネーターを参考にしました。全体的に画面が赤いのとか、このインターレースみたいのが、操作線みたいのが走ってる画面だとか、あとフレームレートもちょっと落としてるんですよ。これ。あとこの、溶かされるシーンとかターミネータージェニシスリスペクトでしょ。この時はジェニシス見てなかったんで、どっちかっていうとターミネーター2のね、T1000 ですけどね。モデルっていうか参考にしたものはね。もうメタル買う時なんてそのものが出てますしね。ターミネーター2の映像そのものが出てますしね。もう参考にするも何も。まあともあれですね。まあいろんな映画とか見ると思うんですよ。映画にしても、漫画にしても、小説にしても、絵画にしても、イラストにしても、マットだけ見てるわけじゃなくてね、いろんなもの見てると思うんですけれど、ああ、面白い表現だなとかさ、あったらね、覚えておけばいいんですよ。で、自分の創作の中に絶対に役立つ時が来るのでね、参考にすればいいんじゃないかな。表現の幅が広がるってもんですね。まあ、これも一つです。ターミネーターを参考にしていますね。そうだよ。まあ、とにかく、サイクロップ先輩は、翡翠姉貴ではなくて、畑に生えてる方の翡翠姉貴を注目してしまったと。で、ここでもね、サイクロップ先輩がやべえやつだなっていうのを見せるために何とか演出してますね。それがこれですね。メタル化のビームを連発して、周りにあるものを所構わずメタルにしてしまう。で、葉っぱがメタルになるんだけれど、その重みでぐーっとこう、下がっちゃう。ただ、葉っぱがメタルになるだけだったら、ああ、メタルになるビームを放つんだ、ふーんくらいにしかならないと思うんですけれど、メタル化してかつ、重みでぐーっと下がるっていうのを見せると、ちょっとリアリティってのが出るじゃないですかね、やっぱりね。それリアリティがあるとやっぱりね、あ、やべえなっていう感じになると思うんですけれどね。目覚めてすぐにメタルビームを連発して、なんかこう飛び回るっていうね。まあ、封印されてたのも納得だなっていう感じの暴れっぷりですね。メタルビームとかいう技名で草。やべえやつだぞっていうのを見せるための演出ですね。はい。で、ここで、翡翠の過去の映像っていうのが出てきますね。ちょっとくどいかなっていうくらい説明的なカットであるんですけれど、さっきも言った通りですけれど、この動画における翡翠姉貴の行動原理は、娘を守るっていう、もう聖母的な性格設定でありますから、やはり、こう畑の娘たちが狙われてるっていうのを察して、戦闘態勢に入りますね。
ここですね、メタル化する畑、あとメタル化する娘翡翠。まあちょっとしたことですけれど、ここで翡翠がメタル化するときにプル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 って震えるんですね。で、完全にメタル化してしまった翡翠は、もうプルプル動かなくなるんですよ。これってのは、プルプル震えるってのは、生き物だからですね。生き物だから、そのメタル化に対して抵抗してるという意味合いですね。完全にメタル化すると止まってしまうっていうのは、もう生き物じゃなくなったからですね。一応、私の中ではそういう風に設定をつけてるわけです。で、それを字幕とかセリフとかで説明せずに、まあ、動きだけでさりげなくですけれどね、説明してるというか表現しとるのですね。ね、こんなちょっとしたことにね、いちいち字幕とかセリフとかつけてるとくどいじゃないですか。うん。さりげなくでいいんですよ、そういう部分は。どうせこの部分で、生き物だ、生き物じゃないとか、そういうことを分かってもらわなくても別にそこまではいいんですよ。うん。あ、なんか変わったなっていうのが分かってもらえれば、その程度で十分なんですけれども。ここですけれどね、一個だけ10円玉が免れてるんですよね。まあ気づく人ほとんどいないと思うんですけど、ちょっとした伏線ですね、これは。で、サイクロップ先輩が娘翡翠をメタル化して、で、わざわざ戻ってきてですね、なんかビームを放とうとしていると。まあこの時点では、このビームが何なのかってのはちょっとよくわかんないですけれど、メタル翡翠も目覚めて以降ですね、メタル化のビームを放った後に、メタルになったキャラクターを別のビームでね、ぐちゃぐちゃに溶かしてしまうっていう行動をしていますけれど、まああれと同じようなことをやろうとしているわけですね。まあ先にサイクロップ先輩のそういう行動を定立させることによって、メタル翡翠が好き勝手動いてるわけじゃなくて、サイクロップ先輩の影響下で動いてるんですよっていうのをこう説明するためのカットですね、これはね。まあ2周目以降じゃないとちょっと。稲瀬も溶かされてましたね。あ、そうですね。メタル好きでもそうですね。うん。まあメタル好き知らなくても分かるようには作ってるつもりですね。で、続きますね。このよだれ BB のね、使い勝手は本当によろしい。本当にいいですね。爆発 BB とこのよだれ BB はね、もう、すごく使いどころありますよね。必ず1回は使ってるような気がするんですけれどね。特に爆発 BB は。うん。BB 素材は結構好きです。爆発っぷ好きよね。いや、めちゃくちゃ使い勝手いいですよね、あれね。あの BB だけ見たら別にイムもクッキーも全く関係ないんですけれど、でもイムマットでよく見かけるやつですから、なんかイムの範疇みたいな感じで見ちゃうけどね。そっか、痛いよな。翡翠が火を吹きますね。2017年夏、現代において、ほとんどもう見かけなくなった設定ですけれど、2016年3月4月あたりでは、定番の火吹き設定ですね。アリ兄貴が作った火を吹く翡翠兄貴 BB っていうのはこの BB じゃないんですよね。うん、なんていうかな。アリ兄貴の作ったやつはゴジラ的な火の吹き方。私がやってるのはガメラ的な火球の吐き方ですね。前動作がどうしても必要だったんですよ。まあ、この動きにしてもそうですけれど、息を吸い込んで、で吐く。まあなんでそういう風にしたかっていうと、後々そうしないといけない理由っていうのは多分出てくると思うんですけど、まあその時に喋りますけれどもね。参考にしたのは、平成ガメラですね。平成ガメラのガメラ2ですね。そっか、痛いよな。ここのシーンはね、前作、メタルカウズキを見てるか見てないかで結構印象変わると思うんですけれど、メタルカウズキではサイクロプス先輩がめちゃくちゃ強いキャラクターとして描かれてるんですよ。うん。
だからそれを一瞬で倒す翡翠ってめちゃくちゃ強えっていう風に見えたはず。ただ、メタルうずきを見てない人からすると、翡翠がめちゃくちゃ強いのか、サイクロップ先輩がめちゃくちゃ強いのか、ちょっとよくわかんないかなっていう感じがありますね。まあ、作ってる側としては、翡翠がめちゃくちゃ強い人物だということで、見てほしかったシーンでありますね。なぜかというと、母は強しですから。うん。ここですね、無表情翡翠。個人的な趣味なんですけど、ここでちょっとね、笑顔にさせて、ゲシゲシ蹴ろうかなって思ってたんですけれど、ギリギリで踏みとどまりましたね。ここで笑わせてしまうと、キャラクターがブレちゃいますから、翡翠が戦闘狂みたいなさ、そういうキャラクターに見えちゃうわけですよ。さっきね、この世界では、翡翠は聖母として設定しましたって言ってるのに、そこからずれちゃいますから、まあ、そこはね、ギリギリで踏みとどまりましたね。うん。で、ここでですね、この耳がペクペクって動くんですよ。翡翠兄貴のアバターのいいところがね、耳も可動部分であるという部分ですね。前々から言ってる通り、私は字幕なし、映像演出と動きで伝えるっていうのは念頭にありますから、そういう視点からするとね、やっぱりここで感情表現ができるっていうキャラクターデザインはね、すごく扱いやすいんですよ。うん、耳がピクピクって動いてるってことはなんかこう、感情に高ぶりがあるんだろうなってのはもう視覚的にわかるじゃないですか。しかもね、お耳がこんなに長いですからね、動きやっぱ入るんですよ。これが、ネズミみたいなさ、こう丸まった耳だったら、あんまり動き生えないですからね。やっぱりね、この翡翠姉貴の長い耳っていうのはね、お耳。うん、いいデザインですね、これ。ここが動かせるっていうのがやっぱミソですよね。耳ピクピクピクって動くのがやっぱりね。あ、いいっすよね。で、ここで、サイクロップ先輩がね、もうぐちゃぐちゃになってますね。もう手も足も首も全部なくなっちゃって、なんか鉄のドロドロした塊になっちゃってる。これってのは、もうここまでする必要があったんですよ。もう見ただけで、ああ、もうこれは完全に再起不能だなって、一目見てわかるようにしたかったんですよ。なんでかっていうと、もうサイクロップ先輩っていうのはさっきの動きを見てわかる通り普通の人間じゃないですから。っていうか生き物じゃないですからね。これ、やべえやつですからね。ただ倒れてるだけだったら、またこいつ動き出すんじゃないか。復讐してくるんじゃないかっていう、そういう一抹の不安というのができちゃうじゃないですか。この物語のこれからの展開を考えるに、もうサイクロップ先輩っていうのは完全に退場してもらわないといけないキャラクターですから、もう完全にここで死にましたよ。もう出てきませんよっていうのを案に示す必要があったんですね。だからもう手も足も頭もね、なくなっちゃう。もうただの金のドロドロにしてしまう必要があったわけですね。シェシェナソー。なんて優しい世界なんだ。本当に憧れてる。もうこのね、二人のすれ違い見ただけでもね、まあこの二人のこう関係性というのがわかりますね。さっきのちょっとしたシーンだけでもね。もうスイカを無視して娘の方に駆け寄ってしまうんですね、翡翠は。やはり、娘のことしか眼中にないですね。聖母は聖母ですけれど、もうそれ以外のものに関しては眼中にない。うん。一つのものを愛するってことは、それ以外の全てを捨てることだっていうね、言葉がありますけれど、まあそんなキャラクターですよね。スイカちょっとかわいそうだけどな。シェシェナソー。なんて優しい世界なんだ。本当に憧れてる。大丈夫だとは思うんですが、心配です。はい、ここで、アキラの BGM が流れますね。このカランコロンに言ってるやつですね。BGM は動画を8割ぐらい作った後に、後からどの BGM がいいかなっつって、いろんな BGM を入れては入れ直して、入れ直して入れ直して、いろんなパターンを見て決めました。作る動画によっては BGM 先に決めといて、その BGM に合わせて動画作るっていうパターンもありますし、今回のようにある程度動画作った後に一番しっくりくるやつを選ぶっていうパターンもありますし、まあその時々でバラバラですね。
で、なんでアキラの BGM かっていうのは、特に深い意味はないですね。ただ私がその曲を知っていたからってだけです。逆に言うと、いろんな曲を知ってないといろんな曲試せないわけですから、やっぱりそこはね、知識量が試されてしまいますね。で、この動画内において、このアキラの BGM はね、メタル翡翠の登場曲として一応は設定しました。ここでもそうですし、後々壊れかけのメタル翡翠が襲ってくるシーンでもこの BGM 使ってますけれど、そうすることによって、この BGM が流れるだけで、あ、メタル翡翠が来るなって連想させることができるわけですね。例えば、スター・ウォーズのダース・ベイダーの曲みたいな感じですか。例の BGM が流れるだけで、あ、ダース・ベイダー来るなって想像させることができるわけでね。その効果をちょっと狙ってますね。たった14分しかない動画ですから、そこまで定番的なね、BGM にはなり得なかったですけれどもね。上司からの着信音の定番。マット作者になった先輩でね、そんなことしてましたね。あれはね、なんか昔見たテレビ番組で、プロデューサーが登場するときにBGM 流すっていう演出があって、それをパクっただけですけれど、なんだっけ、すすめ電波少年かなんかかな。ちょっと覚えてないですけれどもね。大丈夫だとは思うんですが、心配です。で、ここでメタル翡翠が目覚めますね。今回の動画の肝ですね。肝っつっても3つぐらい肝あるんですけれど、肝のうちの1つですね、これ。もう見ただけでね、ああ、明らかにこれ普通の人間じゃねえなっていう、そういう独特な動き方しますね。これがやりたかったんですね。見た人が見たらわかると思うんですけど、参考にしているものは、実写サイレントヒルのバブルヘッドナースの動きですね。それの動きを参考にしつつ、かつカチャカチャした SE を毎回つけることによって、もう異形のもの感を出してますね。メタル化 BB シリーズということで、いろんなイムクッキーキャラをメタル化させているわけですけれど、ただ見た目がメタルになっただけで、特にいつも通り動きますよってなったら、あまり面白みがないわけでね。イムだと、ただの強化バージョンとして描いていますけれど、だけどクッキーはパーツ分け素材で動かせるんで、言ってしまえば動きはこっちで自由に作れるわけですね。だから、いつも通りの動きはさせたくないんですよ、やっぱり。メタル化したって以上ね。メタルうずきにしてもそうですけれど、半身メタルになってしまったうずきは、その半身の部分は動かせないで、生身の部分だけで何とか逃げ惑うっていう、そういう動きをしてみたんですけれど、みたいな感じで、翡翠においても、メタル翡翠においてはやっぱりメタル翡翠っていう別のキャラクターになってますから、動きからして、もう全く違う異形の存在として描きたかっただけですよね。そういうわけでね、ガンガン動かしていきますよ。メタル翡翠をね。